こんにちは、ほやです。今回は、真鶴の磯のタイドプールで見つけた生き物を紹介します。ウミウシを中心に紹介しますが、かなりレアなウミウシも登場するので、ぜひ、見ていってください。それでは早速、始めましょう。おお。入ってすぐに、ハタンポの群れを見つけました。このタイドプールに、このくらいのサイズの個体の群れが、取り残されたんやな。相模湾で見られるハタンポの仲間は、南ハタンポか、ツマグロハタンポがほとんどですが、これは、どっちやろな。両者ともよく似ている上に、一緒に泳いでいることもあるので、泳いでいる状態で見分けるのは、なかなか難しいです。それにしても、群れで泳ぐ魚は、小さくても、独特の迫力がありますね。いつものように、石をひっくり返しながら、ウミウシを探し始めたところ、何やら、白黒の粒を見つけました。なんやろな、って思って観察していたら、ゆっくりと動き出したので、とりあえず撮影をしておいたのが、これです。よく見ると、キセワタの仲間っぽいなぁ、としか、撮影中はわかりませんでしたが、帰ってから調べたところ、モンガラキセワタという、ウミウシでした。初めて見つけたウミウシです。こんなのもおるんやな。パンダっぽい色柄と、グソクムシっぽい顔が、可愛いです。なんやこれ。触覚があるので、とりあえずは、ウミウシだと思うけど、変な形の突起が、たくさんついとるな。帰ってから調べたところ、9番ウミウシという、ウミウシらしいです。変な形の突起は、言われてみれば、9番っぽくも見えますね。結構、レアなウミウシらしく、今回、初めて見つけました。真鶴のタイドプールは、毎回、いろいろなウミウシが出てきて、本当に面白いです。ところで、こんな模様をした、ウルトラ怪獣がいた気がしますが、何やったかな。これ、見つけた時は、石に青い模様が入っているだけだと思っていましたが、よく見ると、触覚があるじゃありませんか。帰ってから調べてみたところ、アオクシエラウミウシという、初めて見つけたウミウシでした。全然動かないので、触覚に気づかなければ、完全に見落としてしまうところでした。正面からも撮影してみました。ウミウシの正面顔、結構好きなのですよ。青系の色素は、自然界ではあまり見られないのですが、どのような進化をたどれば、こんなにしっかりした青緑色になるんやろな。それにしても、動かんなぁ。セトミのウミウシを見つけました。2センチくらいの、少し大きめの個体で、活発に動き回っていますね。紫色のミノが、印象的で、美しいウミウシです。若い個体だと、ラメが入ったみたいにキラキラするやつもいるのですが、この個体は少し地味です。明るいところを避けるように、進行方向を変えましたね。石をひっくり返して見つかるウミウシは、明るいところが苦手なので、明るいところを避けるように動きます。この特徴を知っていると、動画を撮影するときに、動く方向が予測できるので、綺麗に撮影することができます。上海のウミウシです。真鶴のタイドプールでは、夏の水温が高い時期によく見つけている印象があります。大きさは10ミリ前後で、周りの環境によく溶け込む姿をしているので、こういうウミウシがいるんだと知っていないと
見つけられないウミウシだと思います。もう少し、拡大してみました。全身に黒い斑点が散らばっていて、ミノにトゲトゲが生えているのが特徴です。見つけるたびに毎回思うのですが、どのあたりが、女王の名前の由来になっとるんやろな。これはウミウシにも見えますが、ヒラムシの一種ですね。ヒラムシは、ウミウシと似ている種類が多いので、よく間違われます。動画だと、ウミウシとは動き方が違うので、その違いがわかりやすいですね。体をヒラヒラさせて、泳いだりもするので、観察していて面白い生き物でもあります。コモンウミウシを見つけました。3センチくらいの個体で、多分、このタイドプールでの磯遊びで、3回連続見かけているやつだと思います。我が物顔で、堂々と歩く姿はまさに、タイドプールの主、という風格ですね。紫色と黄色の水玉模様が可愛いので、結構人気のあるウミウシでもあります。磯遊びに来た時には、ぜひとも見つけてほしいウミウシです。オトメウミウシを見つけました。このタイドプールでは、年間を通じて、たくさん見かけるウミウシですが、今回見つけたのは、どれも1センチより小さい、極小の個体ばかりでした。世代交代の、真っ最中なんやろな。元気に育つんやでー。若い個体なので、色も綺麗で、体の傷も少ないです。白い体に、赤い触覚という体は、石をひっくり返した時にもわかりやすいので、真鶴に磯遊びに来たら、探してみてください。相模ミノウミウシを見つけました。今シーズンは、例年よりもたくさん見つかる当たり年のようで、真鶴に来た時は、90% くらいの確率で見つけています。5月頃に見かけていた個体と比べると、小さいサイズのものばかりになっているので、オトメウミウシと同じように、世代交代が進んでいるようです。こちらの個体は、さらにちびっこです。ミノもあまり発達していないようですが、成長とともにミノも立派になっていくんやろか。赤エラミノウミウシです。水温が上がってくるとともに、数を増やしているようです。一つ前に紹介した相模ミノウミウシと入れ替わるような感じです。競争関係にあるのでしょうか。赤いミノは、光の当たり方や、食べたものの状態によって、色の濃さが変わるようです。いくつかの個体を見つけて観察すると、ミノの色は、結構大きく違っているのですよ。今回は、このくらいにしておきましょう。ウミウシばかり紹介しましたが、蝶々魚の仲間も賑やかになってきましたので、次回以降の動画で紹介したいと思います。今後も海の生き物動画を上げていきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。